今回使用していく糸はダイソーさんのウールブレンドのカラーナンバーが63番ラセットブラウン。こちらの糸を使用していきます。で、これは材質がアクリルが 80%、ウールが 20% で 40g62 メートル、かぎ針は8号針の指定ですね。こちらの糸を使用していきたいと思います。で、これメイドインターキーって書いてあるので、だいたいダイソーさんの、メイドインターキーってトルコ製の糸っていうのはすごくね、ふっくらしてて柔らかいっていうのがほとんどかなと思うんですよね。で、この糸もふっくらしててすごく柔らかいっていうのと、何より色がね、私これ気に入ったっていうのでこちらを使用していくんですけれども、あとそれにウールが 20% 入っているっていうので暖かいっていうのもありますし、全てを兼ね備えてるっていう100均の糸になるので、これをね、すごく気に入って絶対ウェアを作ろうとか思ってたんですよね。なのでこちらを使用していこうと思います。他にもグレーの糸とそれからホワイトの糸があるので、ホワイトもねすごい素敵な色なんですよね。グレーも落ち着いた感じの色なので、どれをとってもウールブレンド素敵な糸ばっかりなんですけど、今回はねこちらを使用していこうかなと思います。で、それからこちらカーディガンにしようと思っているので、前立ての部分にボタンをね、何箇所かつけていこうかなと思ってるんですね。で、今回はこちら、これセリアさんの装飾パーツのウッドボタンになります。25mm の4個入ってるタイプになって、この、なんて言うんですかね、透かしが結構多いのと、透かしがね、ちょっと少なめなやつ、これも透かし多いんですけれども、ちょっと変わった感じのタイプの、ボタンが2つ出てるんですね。こっちを今回私は使用していこうかなと思います。で、バーコードナンバーはこちらですね。はい。で、透かしがちょっと多い。なんかこれがね、桜っぽいなと思って、ハートがね、なってるのが可愛いですよね、これも。こちらがバーコードナンバーですね。はい。で、ウッドボタンなので、プラスチックのボタンよりかは温かみがあるかなと思って、これと合いそうになっているので、100均のボタンっていうので、お手軽な値段ですので、こちらを使用していこうかなと思います。はい。で、それから使用する道具はこちらです。単数マーカーと、それから閉じ針と、何箇所かね、すごく留める箇所がいっぱいあるので、何本も待ち針はあった方がいいと思います。ここには数本しか出してないんですけれども、待ち針皆さんいっぱい持ってらっしゃると思うので、そちらを使用してみてください。で、メジャーで何回も測ったりするので、メジャーと、それからハサミですね。で、かぎ針は1本でいこうかなと思います、今回は。8号針 5mm ですね。こちらを使用して、では今から一緒に編んでみてください。ではまず最初に後ろ身ごろから編んでいきます。で、後ろ身ごろこんな感じで全部のセンチとか書いてありますので、こちらを参考にして編んでいただければなと思います。で、まず最初にこの下から順番にずっと編んでいくので矢印を書いているんですけれども、まず最初にリブから編んでいきます。で、このリブは鎖を斜め編んで、そのスタートで69段ですね。ずっとリブ編みで編んでます。で、その上に細編みを1段編みます。で、段数イコール細編みの数なので、69段だったら69目ですね。ここは細編みをずっと編んで、そこからその上ですね。この上がもうずっと模様編みを減らし目もなしでずっと編んでいくという感じになります。で、52段編みました。で、模様編みは2目で1模様になっているんですね。で、目数をもうちょっと幅を広げたいなと思われる場合には2の倍数プラス1目で変えていただければ変えることもできますので、もしも変えられる場合には2の倍数プラス1目で変えていただければなと思います。で、私は69目編んでるので2の倍数ってことは、68目ですね。それにプラス1目した数っていうので69目になってます。で、ここからずっと編んでって大きさはこんな感じになっているので、ここは46センチは細編みを入れての46センチですね。で、プラス5センチということなので、全体の長さ的には、51センチかな、になるかなと思います。で、これを元にして編んでいきたいと思います。それではまずリブから編んでいきます。糸端は糸処理できるぐらいに残して、ここから結び目を作って、鎖斜めでスタートしていきます。1、2、3、4、5、6、7と斜め編んだら、鎖を1つ立ち上げて、1、
に2目めの鎖の裏山、ここから細編みを編み入れていきます。一つ細編みを編み入れて、で、わからない方はダンスマーカーをつけてみてください。で、隣のこのポコッと出た裏山にまた細編みを編むという感じで、端まで裏山を取って編んでいきます。はい、端まで細編みを編んできました。そしたら次2段目です。鎖を1つ立ち上げて裏を向けます。で、一番最後の細編みがここになるので、この細編みのズズズーっと見ると鎖が見えていると思います。この上の半目1本、ここを拾って細編みを編んでいきます。これがリブ編みになるんですけれども、で、またわからない方はダンスマーカーつけてみてください。で、また隣の上の半目1本に細編み。次も隣の上の半目1本に細編みという感じで端まで編んでいきます。はい、最後の目も上半目1本に細編みを編みました。そしたら次3段目、鎖を1つ立ち上げてくるっと向きを変えます。で、一番最後の細編みの目のここのまた鎖の上半目1本、ここを取ってまた細編みを編むという感じで、リブの部分をずっと編んでいきたいと思います。はい、こんな感じでリブの部分を69段編んできました。で、編んだものがここにあるんですけれども、後ろ身ごろの部分でだいたい57センチぐらいのリブの、長さになっていて、縦が約5センチぐらいの長さになってます。はい。ではですね、ここで編めたので、次は1段目入っていきます。それでは1段目は細編みを編んでいきます。鎖を1つ立ち上げて、で、最初、ここの1段目の細編みのところが見えると思うんですけれども、1段目のところは細編みのこの足を割って編んでいきます。ここにね、V の足があるんですけど、この真ん中を取っていくと、後ろの1本と、で、この横の足の1本と取れるので、まずはそこを取っていきます。はい。で、鎖を1つ立ち上げてるので、この足を割って真ん中のところをこう取ると、後ろの1本とその足のところが取れるので、まずここで細編みを1目編みます。で、段数マーカーを頭につけておきます。で、次の部分がこれ裏のこの細編みのところになってると思うんですけれども、この部分は一番上のこの場所ですね。ここに入れるとスポッと入れれて、ここでまた細編みが編めるので、細編みを編んでみてください。ここですね。この部分。すぐにわかるかなと思うので入れてみてください。次3段目っていうのが、3段目っていうか3つ目の細編みですよね。それが1段ごとに1つずつ編んでるので、次足を割ってですね、細編みを編みます。で、次のところが偶数段になるので、この一番上のところ、ここに入れるとスポッと入れれるので、ここで4つ目。で、5つ目は足を割ってのところという感じで、各段に1つずつ編んでいくということなので、69段だったら69目編んでいきます。で、ご自分のお好きな長さにされてるんだったら、その段数分を細編みを編んでいっていただければいいかなと思います。はい、こんな感じで端まで編んできました。で、最後のところはこの鎖のところではなくって、そのまんまスポッとこの細編みの足を割って編んであります。はい、ではですね、次から模様編み入っていきます。それでは鎖を1つ立ち上げて裏を向けます。で、2目で1模様というもうすごく簡単な模様編みになります。まず一番最後の細編みの目には細編み1目と、それから長編みを1目編み入れます。これの繰り返しです。で、また段数マーカーつけとくと端っこ来ましたよって分かりやすいので、端の目に段数マーカーをつけておきます。そしたらその次の目、ここがスキップです。スキップしたその次、ここのところにまた細編み1目と、で、長編みを1目。はい。編み入れたらまた1つスキップ。その隣に細編みと、それから長編みを編み入れる。1つスキップした次に細編みと長編みを編み入れるという繰り返しでまた端まで編んでいきます。
はい、こんな感じでまた端まで編んできました。で、最後は2目残ってる状態です。その前に細編みと長編みが入っています。で、1つ飛ばして最後の目に、1つ飛ばした最後の目、ここのところに細編みを1目だけ編みます。はい、これで模様編み1段目の終了です。それでは鎖を1つ立ち上げてくるっと向けます。で、一番最後の細編みのところ、ここに細編みとで長編みを編み入れます。1段目と同じ編み方です。で、また段数マーカーを細編みの頭につけておきます。はい。そしたら次1つ飛ばした次っていうともう細編みになります。細編みのところに全部細編みと長編みを編み入れるという感じです。1つ飛ばした次っていうと細編み。細編みのところに細編みと長編みを編み入れます。で、ずーっと編んでいって、最後のこの段数マーカーついてるところが細編み1目で終わるという感じです。はい、こんな感じで端まで編んでいきます。はい、最後の目まで編み入れてきました。で、最後は先ほど言いました細編み1目で終わってます。はい。ではですね、次上の段も全く同じ編み方になります。鎖を1つ立ち上げて裏を向けて、で、また一番端っこの目には細編みと長編みを編み入れます。で、段数マーカーをつけておいて、もうここから細編みのところ、ここのところに細編みと長編みを編み入れるというだけになるので、こんな感じでずーっといきます。で、一番最初の時だけは細編みと長編みを編み入れて、最後のところは1目、細編みのところに細編みだけ編み入れるという感じですね。2の倍数、それからプラス1目した数という感じで、1目の数がここの細編みになります。はい。ではですね、こんな感じで段数、ここに書いてあると思うんですけれども、この段数までずっと編んでいきたいと思います。では次は前身ごろを編んでいきます。で、前身ごろも基本的にはもう後ろ身ごろと全く同じような編み進め方になるんですけれども、下から順番ですね。まずリブから順番に編んでいくという感じですね。で、リブは後ろ身ごろと同じになるので、鎖斜めスタートで、こっちはね、33段編みます。これもね、2の倍数プラス1目なので、奇数目という感じですね。はい、になっています。で、リブを33段編んでからその上細編みを1段編みます。これも後ろ身ごろと同じで33段イコール33目という感じで、このセンチとこは一応目安にしてみてくださいね。で、そっから、模様編みを42段ずっと編んでいきます。で、42段のその上のところの10段がちょっとネックのところ減らし目をしてちょっと丸みを帯びたような感じにした方が首元がすっきりするかなと思って、ちょっと減らし目をねこんな感じでしてるんですね。で、マーカーの位置とかこんな感じで、最終的な目数は23目になるという感じです。はい、こんな感じで編んでいきたいと思います。前身ごろの部分を42段まで編んできました。で、大きさとかはもう一番最初に前身ごろ説明したところで載っているかなと思うので参考にしてみてください。そしたらこの上はネックのところを編んでいきます。それでは今右の方に糸がついている状態で減らし目をするところまでこう編んでって往復編みで編んでいくんですけれども、この段数マーカーの位置が一番端っこのこの細編み、ここから数えて12345つ目のところに段数マーカーがつけてあります。で、そこまでは普通に今まで通り編んでいきます。それでは鎖を1つ立ち上げて同じ感じで編んでいくので、端のところからは細編みとそれから長編みを一番端の細編みの頭に編み入れます。で、段数マーカーを目印に最初の細編みにつけておきます。はい。で、ここから通常通りですね、この段数マーカーのところまで編んでいきたいと思います。こんな感じでずっと端まで編んできました。で、段数マーカーの一つ手前が長編みで、その手前が細編みなので、細編みと長編みを編み入れてます。で、一番最後は細編みの頭のところに細編みを1目だけ編んで、1段目は終わろうかなと思います。では次2段目です。そのまま細編みを編んだままでくるっと向けて後ろに向けます。
で、向けたら、細編みの頭の、その隣って長編みだったと思うんですけど、長編みの頭のところに入れて、引き抜き編みをします。引き抜き編みで1回移動。で、次、細編みの頭まで移動させます。はい。で、ここが1段目ですよという目印で、今、引き抜き編みしたところの頭につけとくと、分かりやすいかなと思うので、数えるのが分かる方はもうつけなくてもいいですけど、ちょっと分かるために私はちょっとつけておこうかなと思います。で、細編みまで移動したら鎖を1つ立ち上げて、ここから通常通りで編んでいきます。細編みと、それから長編みを編み入れる。で、細編みの頭にダンスマーカーで目印をつけておきます。で、ここからはもう通常通りなので、細編みの頭のところに細編みと長編みを編み入れて端までまた編んでいきます。はい、ここから端まで編んできました。端のところは細編みの頭に細編み1目で終わってます。では次3段目です。鎖を1つ立ち上げてくるっとまた向きを変えます。で、ここからはまた同じ感じで編んでいこうと思うので、1段目と同様な感じで端まで編んでいきたいと思います。ここからずっとまた端の方まで編んできました。で、最後のところは1段目と同じになるので、細編みのところにダンスマーカーつけときました。その隣が長編み。で、その一つ手前に細編みと長編みが入っている感じで、で、一番最後は細編みの頭に細編みを1目編んで、これで3段目の終わりになります。では4段目です。4段目は2段目同様にそのまんま何もしないままでくるっと裏を向けて、で、長編みの頭と細編みの頭に引き抜き編みで移動。で、こっから鎖を1つ立ち上げて、細編みの頭に細編みと長編みを編み入れるという、2段目と同じ編み方です。はい。それでずっと編んでいこうと思います。で、4段目はその編み方で、5段目はもう何もしなくって、3段目と1段目と同じ編み方になるので、それをやっていただいて、6段目はまた同じような感じで減らし目するんですけれども、そこのところ、ここに、何段目は何段目、何段目、何段目って書いてあると思うので、これを参考にして編んでみてください。こんな感じで7段目までずっと編んできました。で、目数は23目になってると思うんですけれども、その上の8段目、9段目、10段目、ここはもう減らし目もなしで編んでいこうと思うので、8段目って裏から編む編み方になるんですけれども、鎖を1つ立ち上げて、この細編みの頭のところ、もう今までと一緒ですね。減らし目なしの編み方と一緒なので、細編みとそれから長編み、これを編み入れて編み進めるという感じになります。はい、でまた23目で9段目も23目、10段目も23目という感じで、もう23目でずっと減らし目もなしで編んでいきます。はい、こんな感じで10段目まで編んできました。そしたら一番最後はもう終わりになるので、糸処理できるぐらいに残してカットしてみてください。これでこんな感じで減らしもして、身ごろ、前身ごろのところが編めたので、次は腕の部分を編んでいこうと思います。では次に腕の部分を編んでいきます。で、前身ごろ、後ろ身ごろとちょっと違って、これは上から下にこう編んでいくので、最終的にはリブを最後に編むという感じになります。で、53目スタートの鎖を編んで、細編みを1段編みます。で、その次からは模様編み44段ですね。ずーっと編んでいって、その間にちょっと数箇所減らし目をしてって、腕の部分、最初53目だったのをずーっと小さくして、最終的には27目にしようかなと思います。で、模様編みを編んだ後、細編み1段で、ここで減らし目をするので、27目になるんですけれども、で、最後にリブ。これは鎖斜めスタートで編んでます。はい。で、ここの腕の部分も、それぞれ人によってちょっと長さが違ったりとかするので、私でも、ちょっと手首のここの辺りですね、こんな感じにくるんですよね。結構長めにしたので、なので、ちょっとここで減らし目の最後、数段は減らし目なしで編んでるんですけれども、そこのところの段数を減らしたりとかするとちょうどいいかなと思いますので、そこでちょっと調節していただければなと思います。
それでは糸端は糸処理できるぐらいに残して途中で結び目を作って、ここから腕の部分は53目鎖を編んでから編んでいきます。こんな感じで13段目まで編んできました。で、今時点の大きさを測っていくと横幅が45センチぐらいで、上から下まで測って細編み入れてだいたい 12.5 センチぐらいの長さになってます。ではですね、ここから14段目は減らし目をしていきます。減らし目は前身頃の減らし目と同じような感じでしていこうと思うので、そのまんまでくるっと裏を向けて、まず長編みの頭に引き抜き編み1回で移動して、で細編みの頭に2回で移動する。でここから編んでいきます。鎖を1つ立ち上げて、今の引き抜き編みした細編みの頭に細編みとそれから長編みを編み入れるというところからスタートしていきます。で細編みのところに段数マーカーをつけておきます。でそれからまた隣からは細編みのところに細編みと長編みを編み入れるという感じでずっと編んでいきます。で端の終わりのところも減らし目を少しするのでちょっと終わりが違うので、ちょっと手前までですね、同じ感じで編んでいきたいと思います。こんな感じでずーっと端の方まで同じ編み方で編んできました。で残りの目数が1,2,3,4と4目残ってて、その前の細編みのところに細編みと長編みが編み入れてます。で4目残っているうち、これをね1目にしようと思うんですね。今ここまでで48目なんですけれども、49目にしようと思います。減らし目をするたんびに4目ずつ減っていくという感じにしようと思うので、この長編みは1つスキップして細編みのところ、ここを1,2,3と3目一度ですねしようと思います。まず細編みのところに入れて引き出してきます。でその状態で引っ掛けて長編みのところに入れて引き出す。それから細編みのところですねに入れて引き出して、今これ5本かかっているのをかけて一気に引き抜いて、これで3目一度にして減らし目をしました。でこの上からの段になるんですけれども、15段目からはもうちょっと減らし目をなしで7段ぐらい編んでいこうかなと思うので、そこまでは減らし目なしで編んでみてください。で編み方は一緒です。鎖を1つ立ち上げて裏を向けます。ちょっと糸があとこれぐらいなんですけど、で一番最初のところ、これ減らし目をして3目一度した頭のところに細編みと長編みを編み入れます。はい、編み入れて、でまた段数マーカーをつけておきます。ちょっと少なくなってきたので新しい玉にします。で次細編みになるんですけども、ちょっとここ少なくなってるので、細編みのあと一抜きの時に細編みじゃないや長編みですね、この時に糸を変えちゃいます。もう12、3玉目ぐらい入ってると思うんですけど、これで糸を変えて糸をつないで、でまた細編みの頭のところに細編みと長編みを編み進めるという感じでいきます。でずーっと編んでって、最後のこの細編みのところは細編み1目で終わると思うので細編み1目で終わります。でまた裏向けて同じ感じですよね。細編みと長編みを編んでまたずっと進めるという感じで編んでいくので、今49目になってるかなと思います。なので15、16、17、18、19、20、21とか7段は減らし目なしで49目のままでずっと編んでみてください。でまた次の22段目の減らし目の時にまた同じやり方にはなるんですけれども、再度お伝えしようと思います。減らし目をしてからは7段編んできました。でこの時点で今の横の長さが 40.5 センチぐらいの長さになってます。で今度22段目でまた減らし目をしていくんですけれども、一度減らし目を14段目したと思います。そこと全く同じ編み方になります。まずはそのまんまの状態でくるっと向きを変えて、で長編みのところに引き抜き編みで細編みのところに引き抜き編みとします。で鎖を1つ立ち上げて細編みと長編みを編むという感じですね。で減らし目をしたところに、段数マーカーつけとくとすごく分かりやすいのでつけてもいいし、私の場合はつけといたんですよね。ここが減らし目のところなのでここにつけて
なんかね、ちょっと分かりやすい段数マーカーとかでつけといた方がいいかもです。最近私いっぱい段数マーカー買ったので、100均のやつなんですけど、これニットピンでダイソーさんで買ったやつなんですけど、ここが減らし目をしたところですよの一番最初の細編みですよっていう、目印でつけておきます。ここのところはちょっとつけなかったんですけど、わかる、一回一枚ね、編んじゃってるのでちょっとわかるのでつけてないですけど、初めて編まれる方とかちょっとやっといた方が、いいかなとは思います。紙に1段目、2段目、3段目っていう風な感じで書いて、1段ごと終わるごとに書いてとかいう感じにすると、何段編んだかなっていうのが分かりやすいかなと思うので、そんな感じにしてみてください。で、またここの最後のところですね、お尻のっていうかこうずーっと編んでって、最後のところの減らし目の仕方もお伝えしようと思います。こんな感じでずーっと端の方まで編んできました。で、残り1、2、3、4と4目残ってて、その手前に細編みと長編みが細編みの頭に入ってます。で、一つ長編みのところをスキップして、細編みのところにまず1回入れて引き出します。で、それから、引っ掛けてから長編みと、で、細編みのところに入れて、で、3目一度をします。はい、これで減らし目ができました。で、今22段目か。なので、また23段目からは減らし目なしでずっと編むという感じで編んでいきます。で、次のところに何段で減らし目して、ここは減らし目なしですよっていうのが書いてあるのと、目数も書いてある表がありますので、そちらを参考にして編んでいただけたらなと思います。で、編んでからは次リブのところもこんな感じでね、編まなきゃいけないので、そこのところになったらまたご紹介しようと思います。こんな感じでずーっと模様編みを44段まで編んできました。で、1段細編み編んでいるので、段数的には45段編んでる感じになっています。で、上から下までですね、測っていくと、だいたい40センチちょい、40.5センチぐらいの長さになってます。で、もしも腕の長さ、私の場合はね、このぐらいまで来てるんですよね。このぐらいなので、リブの部分もあるので、ここで終わりにしたんですけれども、もう少し短くしたい方は段数を少なくしていただいたらいいし、でもうちょい欲しい場合にはこれをちょっと数段編んでいただいたら多分もう、数段1段2段ぐらいかなと思うので、それぐらいで、調節をしていただいたらいいかなと思います。はい、でここからここまで編めたので、次はこのリブのところを編んでいこうと思います。それでは鎖を一つ立ち上げて、くるっと向きを変えます。で、最初の細編みのところは細編みを1目編んで、でマーカーを目印につけておきます。そしたら次の目、ここのところ2目一度しようと思います。長編みの目に入れて引き出して、で隣の細編みの頭に入れて引き出します。で3本を一気に引き抜いて、で2目をこの1目にしました。これの繰り返しをしていきます。で次の長編みと細編みは細編みを2目編みます。このね、これごとですね、この模様編みごとに2目一度で細編みを2回連続、2目一度細編みを2回連続っていう感じにしていこうと思うので、今細編みを連続2回編みました。そしたらここのところですよね、長編みと細編み、ここを2目一度するので、長編みと細編みのところに入れて引き出して3本を一気に引き抜いて1目にしました。でその次は細編み細編みで編んだら、この部分は2目一度するので、長編み細編みに入れて2目一度という感じにしていきます。でまた細編み細編みという感じですね。これでまた端まで編んでいきたいと思います。こんな感じでずーっと端の方まで編んできました。で、今ここで26目になっていて、次のところこれ2目一度したので、次の2目のところは細編み細編みになるんですけれども、
リブの都合上ですね、奇数目で終わりたいので、最後のところも2目一度にしようと思います。長編みのところと、それから細編みのところに入れて、で、2目一度にします。はい。これで、ここのところ減らし目をして27目になりました。そしたら、このまんまでリブを編んでいきます。鎖をね、今回、斜めにしようと思うんですね。なので、1、2、3、4、5、6、7と斜め編みます。で、くるっとまた裏を向けますね。向きを変えます。そしたらここで鎖を一つ立ち上げて、で、今立ち上げたところの隣ですね。1、2、2目目のところの裏山。ここにかぎ針を入れて、斜め分編んだ分の細編みを編みます。で、斜め分なので、わかる方はもうこの頭に段数マーカーつけなくてもいいし、わからない方はマーカーを頭につけてみてください。で、今1目編みました。そしたら、隣のポコッと出た裏山に2目。で、裏山に細編み。という感じで、斜め分細編みを端まで編んでいきます。斜め分の細編みを編んできました。そしたら、斜め目、一番最後に編んだところの細編みの頭にマーカーを目印でつけておきます。で、今この一番端っこの目から鎖をして、で、折り返し編んできたということは、一番端っこの目が今のこの目になるんですね。なので、一番端っこの目はパス、スキップです。これ一つ空いてるんですけど、その隣の目と隣の目、ここのところに2回引き抜き編みをします。まず隣の目に1回目の引き抜き編みですね。ちょっとこれ変なとこ入ってますね、これ。糸割れもね、結構するじゃないですか、この糸。で、隣、今入れましたね。すいません。はい。そしたら、すぐ隣にもう1回ですね、2回引き抜きをして移動させます。で、その引き抜いた隣の目、ここにね、ちょっと目印でマーカーつけておきます。目印。で、その状態で、また裏をくるっと向けて、で、細編みを編んでいくんですね。リブ編みなので、上半目1本取って編んでいくんですけど、これ一番最後の細編みでマーカーつけたところになってます。で、そのマーカーのところからスタートになるので、ここの鎖の上半目、ここを取って細編みを編みます。で、またマーカーつけとくと分かりやすいので、つけてみてください。そしたらすぐ隣のまた上半目に取って、はい、上半目に入れて細編みという感じで端まで上半目を取って細編みを編んでいきます。はい、最後の目まで細編みを編みました。そしたら3段目です。鎖を1つ立ち上げてまた向きを変えます。で、ここのところも斜め分の細編みを上半目取って編んでいきます。鎖の上の半目1本取ってまた細編みを編む。で、わからない方はマーカーつけとくとね、何かとわかりやすいのでつけておきたいと思います。で、また隣と、またマーカーのところ、ピンクのマーカーになるので、私はピンクのマーカーのところまで上半目を取って細編みを編んでいきます。はい、マーカーのところまで編んできました。そしたらここが一番最後の目で、次また引き抜き編みをさっきみたいに2回移動していくんですけれども、さっき目印のためってこれマーカーつけたのが入れた引き抜き編みを2回目したところの隣だったと思います。ここのところからまた2回引き抜き編みをします。なのでこうやってつけとくとまた分かりやすいかなと思うので、まず1回目の移動で引き抜き編みで移動します。で、次2回目移動。はい。で、またマーカーを次ここからですよという目印でつけておきます。はい。で、つけた状態でくるっとまた何もせずに向けて、で、
マーカーつけとくの忘れましたね。この7個目のところ、1、2、3、4、5、6、7、7つ目のところにちょっとつけるの忘れちゃったんですけれども、皆さんつけてみてください。で、またマーカー戻します。という感じで、リブのところを編んでいくので、わからない方はちょっと今のところを巻き戻して見てもらって、これで続けてずっと編んでいってみてください。はい、こんな感じでずっとリブのところを編んできました。で、最後のところは1、2と2回引き抜きして終わるので、1回目。で、2回目が一番最後のマーカーということで、これですっきり、奇数目で、編んでったので終われることになります。で、またここから斜め、細編みを編むという感じです。はい、斜め編んで、よいしょ、取って、これでリブのところが編めました。全体的にはこんな感じですね。結構小さくなってきたかなと思うんですけれども、で、これまだ糸が、私はこれだけ残ってる感じになるんですね。で、ここでまたこのまま糸をつけてかがってってもいいんですけれども、また次のね、これ糸で編んでいこうかなと思うので、ここでちょっと最後に鎖を1個編んで、で、糸処理できるぐらいに残してカットしようと思います。カットしちゃいます。はい。で、抜いてしまって、これで一つできました。で、あともう一つの方も同じような感じで、減らし目をしてって、で、リブのところも編むという感じにして、もう一枚編んでみてください。では、中表の状態にして、肩のところと肩のところを合わせていくんですけれども、この糸端があるところ同士は、もう肩のところをくっつけるような感じで、こんな感じで結んでおきます。こうギュッと結んで、ここも縛っていく感じで、こっちの方はね、片一方しか、後ろ身ごろこうずーっと編んでて、こっちにしか糸がついてなくって、こっちに糸がないので、ここのところは、糸端ですね。ここかがる分だけ残してやっていくんですけれども、まずだいたい1倍とで2倍 2.5 倍ぐらいあったら足りるかなと思うので、それぐらい残してでカットしておきます。で、端っこのこの鎖のところにまずは入れて、こっち糸ついてる方ですね。で、こんな感じで出してきて、この糸端同士、これをね、こう縛る感じにします。で、もう一回ちょっと縛って、これはまた後で糸処理する分なんですけれども、ちょっと合わせる分をね、ちょっとこんな感じでギュッと合わせておきます。で、ここから戸締まりに糸端通したので、これでずっとかがっていきます。では、前身ごろの部分は23目あるので、後ろ身ごろのところってちょっと分かりづらいので、23目目のところにマーカーをつけておきました。で、待ち針とかで、こんな感じで合わせて、で、留めておきます。で、そんな感じで、一番端っこはもうくくって、こんな感じでくくってあるので、一番端っこの目同士、これ全部の鎖を拾って、端っこのところも一番最後の鎖ってここになるので、全部の鎖を取って、これでかがっていこうと思います。はい、まず1目できました。そしたら次の鎖と、で、向かい側の鎖、ここですね。鎖同士をかがるという感じで端までかがっていきます。最後の目同士をかがったら、ここのところだけ、あともう一回しとこうかな。こんな感じでちょっと2回ぐらい、2、3回ですね、してもらって、で、今のこのかがったところですね。どこになったか、あ、ここだ。かがったとこもわかんないぐらい同化してるので、ここにまた入れてもらって、で、こんな感じで、もうこれで固定もされているので、これが裏になるので、この裏のところにちょっとシューッと行き渡らせちゃいます。
際でまたカットして、これで1つできました。はい。で、こちらまた後で糸処理しようと思います。この右の方の型が合わせれたので、次左の方も同じ感じで、今ここ結んであると思います。糸の長さを2、3倍ぐらいですね。この肩幅より2、3倍ぐらい取ってもらって、それで巻きかがっていって、最後のところは今みたいな感じで何回かちょっとかがって中のところにシュッと入れるという感じで、左肩の方も同じ感じで仕上げてみてください。こんな感じで両肩の部分をかがってきました。で、後ろこんな感じですね。かがってやるところ全然糸が一緒なのでわからないかなと思うんですけれども、今こちらの方が表を向いている状態ですね。この状態で今度はネックの部分、ここを編んでいきます。それでは一番端っこの目にかぎ針を入れて、で糸端はこちらも糸処理できるぐらいに残して引っ掛けて引き出してきます。はい。でその状態で鎖を1つ立ち上げて、でまた糸端キュッとこれだけ残してますね。小さくしておいて、同じ目に入れて細編みを1目編みます。これ編みくるんでも大丈夫ですし、後から糸処理でも大丈夫です。でまたマーカーを細編みの頭につけておきます。で袖のところと同じ編み方になるので、1段目は周りを整えるため、ベースを整えるために細編みを1段編んで、そこからリブ編み全く同じです。袖口の編み方と一緒なので、そんな感じで編んでいくんですけれども、袖口のところも奇数目で段数終わってるかなと思うので、ここのところもね、ご自分で奇数目でなるような感じで編み入れていただいたらいいかなと思います。最初のところとかはね、ここ細編みがあるので、細編みの頭のところに一つ一つこんな感じで編み入れていきます。で途中でもここからがこう減らし目をしていった部分になるんですけれども、ここのところももう等間隔でここと同じ感じですね。感覚的に同じような感覚で入れてもらえれば、もうどこに入れるとか関係ないので、とりあえず最後の最終段が奇数目で終わるような感じで終わってみてください。はい、こんな感じでもう角のところもね、ここのかがってるところ1目ぐらい編み入れればいいかなと思うので、はい、こんな感じでぐるっと1周ですね。ここの一番端っこの目、ここまで細編みを編み入れていきます。ここからぐるっと1周細編みを編んできました。で、私は目数は67目になってました。ではですね、次にリブを編んでいきます。ネックのリブは5目スタートで編んでいこうと思います。1、2、3、4、5と5目編んで鎖を1つ立ち上げて、1、2、2目目の裏山、ここから細編みを編んでいきます。で編み方自体はもうリブのところですね、袖口のリブのところと全く同じ編み方になりますので、今回はもう説明もしないんですけれども、同じような要領で編んでみてください。こんな感じでリブのところをずっと編んできました。で最後細編みを下から編んで上で終わってるかなと思います。で糸処理できるぐらいに残してカットして、ここで首のところは終わりました。はい。でそしたらここの前立ての部分を編んでいこうと思います。それではこっちが表側で、これが裏側になる状態で編んでいきます。でこっちの左、私から見たら左の方、こっちはもうここに糸をつけてこうずっと左に編むんですけど、こっちの方はね、ここからもう右には編めないので、これは裏を向けて裏側から糸をつけて編んでいきます。はい、こんな感じで左端まで編んできました。で、ネックのところのリブのところ5目分ずつ入れて、ここからここまでずっと編み入れて、目数的には55目に私はなってました。だいたい55とか57目とか59目とか、そこら辺の目数かなと思います。で、ここからはまた同じネックと同じような編み方で編んでいきます。では前身頃の前立ての部分もネックの部分と全く同じような感じの5目スタートで編んでいこうと思います。1、2、3、4、5と5目編んで鎖を1つ立ち上げて、2目目の裏山からだったと思うので、ここから細編みを裏山にずっと1段目を編んで、でまた引き抜き編みを2回して、
くるっと表を返してっていう編み方自体も一緒になりますので、わからない方はちょっともう一回見返していただいて編んでいただければなと思います。で、こっちのところは、そんな感じで、ずーっとリブを編んでいきます。で、ここはボタンをつける場所なので、そんな感じなんですけれども、で、反対の部分、こっち右側になるんですけれども、こちらの方のリブのところはボタンホールを開けなきゃいけないので、私はもうちょっとボタンホールの場所をダンスマーカーで印をつけて、一段も細編みを編んじゃってる状態なんですけれども、右の端ですね、ここから糸をつけてもらって、まず1段目を細編みを同じ目数でもいいし、ちょっと違っても全然大丈夫なんですけれども、ここのところも奇数目で終わるような感じで終わっていただければなと思います。で、それを編んでから次にボタンホールのところのリブの編み方をお伝えしようと思います。左の前立て部分のリブを編んできました。で、ずーっと編んで最後は糸処理できるぐらい残してカットしてあります。で、右の前立ての部分は、ここから糸をつけて一段だけ細編みを編んで、で、糸はここで休めてる感じになってるんですけれども、このボタンホールの空き、これをね、私はここ55目になっているので、55目で、目数をちょっとご説明していくと、一番最初このリブの部分、ここのところで一つボタンが欲しいので、一番上の細編みから123、4つ目のところですね、だいたいこのリブの真ん中ぐらいに一つつければいいかなと思ったので、一つダンスマーカーをつけました。で、ここのところで鎖を作ってボタンホールを作るっていう感じにしていこうと思います。で、次のところなんですけど、このダンスマーカーがついているところの隣から数えて12個目のところにマーカーをつけました。この間が、11個ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11と空いていて12個目につけてあります。で、次のマーカーのところも隣から数えて12個目につけてあって、次のところもマーカー隣から数えて12個目につけてあります。で、一番下のところだけちょっとここ12個目でやっていくと、ここに下から4つ目のところなのでだいたいいいかなと思ったんですけど、ちょっと1回編んでみてもう1個上の方がいいかなと思ったので、ここだけが10個しか空いてないです。この隣から数えて11個目ですね。なのでこのマーカーの間までが10個しか空いてないんですけれども、ちょっとここだけはねそんな感じにしちゃいました。はい。で、目数によってはちょっと左右されるかなとは思うんですけれども、ご自分でちょっとこうやってしてバランスを見てもらって、一番上のリブのところは1つないとちょっとあれかなと思うので1つと、で裾のとこのリブのところも真ん中のあたりに1つボタンが来るような感じに設定して、あとの真ん中のところはボタンの大きさによってもちょっと少々前後するかなと思うので、なのでここのところはバランスを見ていただいてやっていただければなと思います。はい、ではですね、ここから糸ついてるのでリブを編んでいこうと思います。ではこちらの方も5目スタートで編んでいきます。3、4、5と5目編んで、鎖を1つ立ち上げて2目目の裏山、ここから同じ感じでリブをダンスマーカーのところまで編んでいきます。こんな感じでボタンホールのところまでリブ編みで編んできました。で、5目細編みを編んでずーっと下に下がってきて、で、引き抜くっていうところまで来てるんですけれども、このボタンホールのところが1回目の引き抜きになるので、1回引き抜いて、で、次2回目の引き抜きをすると思います。引き抜いて、またこっちにくるっと向けて、リブ編みなので上半目取って編んでいくと思うんですけど、私の場合は 2.5 センチのこのちょっと大きめな感じのボタンにするので、一番最初のところ、ここのところは普通に細編みを編もうと思います。ちょっときつめに編みました。で、次の2目のところを鎖にしようと思うので、鎖を2つ編みます。1、2とここですね。で、その隣のところを普通に細編みを編んで、で、もう一つ隣、ここはね、上半目を編もうかなと思うんですね。ボタンホールの鎖の両隣、ここは普通に細編みを編みます。上半目だけ編むとね、どうしてもここのところがビヨーンと広がっちゃうので、両サイドのところは普通に細編み。で、鎖を一つ立ち上げて、またこちらに向けて編んでいくと思うんですけど、この部分は上半目に、細編みを編んでいきます。リブ編みなので。で、
次のところもリブ編みなので上半目を取って編みます。で、鎖のところがそのまま側に入れて細編みを2目編んで、で次その隣のところはリブになるので、リブというかね上半目になるので上半目を取って編むという感じにしようかなと思います。でここが入れてあるのでその隣からがまた引き抜き編みをする。でくるっとまた向きを変えて、でまた5目分の細編みを編んでいくという感じになります。はい、こんな感じでボタンホールの穴ができました。で、これは大きいのなんですけど、2センチのボタンもしも使われる場合には細編み1目編んでから、それから2つ鎖でボタンホール作ったと思うんですけれども、細編みを2つ編んでから鎖1つでこのボタンホールを開けてみてください。そうするとね、ちょうどいい感じの大きさになるので、2センチのボタンの場合には鎖1つで。で 2.5 センチの時には鎖2つで穴を開けて同じ感じで編んでいくという感じにしてみると上手にできるかなと思います。ここだとこんな感じですね。ちょうどいい具合に入るので2つで鎖をで穴を開けました。こんな感じで端までずっとボタンホールのところに来たら同じ感じで編んでみてください。でこれができましたら次は袖をつけなきゃいけないので袖のところをかがっていきます。はい、こんな感じでボタンホールのところができたので次はこの肩の部分ここをかがっていこうと思います。では腕の部分を半分に折って真ん中にマーカーをつけておきます。で身ごろの方もこの肩の合わせたところここにマーカーとか待ち針とかを打ってもらって、こことここはこう合わせるような感じにしていこうと思うんですね。でこの腕の部分が私は46センチになるので23センチと23センチに分けれるかなと思います。でこの身ごろのところここに23センチのところに待ち針で23センチのところに待ち針という感じで打ってあるので、こんな感じでねぴったりできるかなと思うんですね。でぴったり合わせれたらまたここのところをね待ち針でこう等間隔、に打ってもらって、でこんな感じにしてここからこう合わせていくんですけれども、糸端をだいたい2倍ちょいぐらいあればいけるかなと思うので、糸端ちょっと出すのと2倍とちょいなのでこれぐらい残してカットしておきます。それではダンスマーカーのところにこれ半目ぐらいか、全部でもいいんですけれども入れてもらって、糸端は糸処理できるぐらい残しておきます。でまだこっちの糸端がついてるので私こんな感じでちょっと結んでまず固定しておきます。でこっからこっちの方は鎖が見えてると思うんですね。で鎖のところを一つずつ取って、向かいの方は私は足を割ってしようと思うんですけれども、これ先ほども言いましたこの全部取っても大丈夫です。私はね足をちょっと割ってやろうかなと思います。でまたこれは後で糸処理をしたいと思います。で隣の鎖と向かい側足を割ってというかこんな感じで割りつつもずっとかがっていこうと思います。こんな感じで肩のところを縫い合わせてきました。そしたら次はこの脇のところと袖のところをしようと思います。で結構長いので私はこっちの身ごろの脇のところですね、ここからしようかなと思います。でここのところも先ほども結構ね余ったので2倍ちょいぐらいでいいかなと思うので2倍ちょいぐらい残して、で糸端カットして、でこっからまた糸つけてこっちからでも大丈夫ですけれどもやっていこうかなと思うので、まずはこっちの脇のところからしようかなと思います。それでは裾の部分からしていこうと思います。ここのところはこんな感じで最後の鎖のところが見えてるかなと思うので、ここに入れて、で
で、ちょっと糸端は糸処理できるぐらい残しておいて、端っこなので、このところはちょっとしっかりめにするように、まずこれ一回、固定のためにちょっとしたのと、あともう一回ぐらいしようかなと思います。はい。で、ここからはもう順番に、こんな感じで、ここは鎖が見えてるので鎖同士。で、身ごろのところは、間隔をちょっと細かめにした方がいいかなと思うので、この脇の合わさった下のところまでは行きたいと思います。はい、こんな感じで脇のところ、上のところまでですね、行って、もうここで糸終わってます。そしたら次はこちらの方から糸をつけてしようと思うので、ここのところもね、2.5 倍ぐらい、取って結構長いんですけれども、で、同じ感じでやっていこうと思います。で、一番端っこのところは、この鎖同士を取って、で、こっちはね、糸端がまだついてるので、私は。これでちょっと一回キュッと固定をさせます。はい。で、こんな感じでできたら、もう一回同じところに入れて、で、かがるという感じにしていきます。こんな感じでこの部分までしてきたんですけれども、こういうとこちょっと段差があると思うので、段差のところ、段差をね、ちょっとやっぱり見せたくないかなと思います。なので、ちょっと内側にこれをね、少し折り込むような感じにして、ここのところをちょっと折り込むような感じにして、この段差をなくすような感じにしてかがっていくと、綺麗になるかなと思うので、ちょっとこの部分はそんな感じにして進めようかなと思います。こんな感じでずっと脇の下までかがってきました。そしたらこれもう終わりになるので、糸端同士をね、最後ギュッと縛った方がいいかなと思うので、ギュッと縛っておいて、これでちょっと糸処理できるぐらいにカットして、はい。で、また中で糸処理を入れてもらって、反対方向ですね。に糸処理をしていただいたらいいかなと思います。はい。で、これができたら、あと糸処理するところも結構何箇所かあるかなと思うので、中側の方に糸処理をしてみてください。で、最後にボタンをつけて出来上がりになるので、最後ですね、また出来上がりを次の完成でご紹介しようと思います。はい、こんな感じで最後までボタンをつけて仕上げてきました。雰囲気的にはね、トルソーに着せてみるとこんな感じでとってもね、素敵な感じに仕上がったんではないかなと思います。サイドはこんな感じになっていて、ちょっと下を向けますと腕の部分はこんな感じですね。バッグのスタイルはこんな感じになります。で、腕の部分、ここのところが結構広めに取ってあるので、上着代わりとして着ることもできますので、とっても重宝するような感じのカーディガンかなと思います。今回は100均の糸と100均のボタンを使ってシンプルなカーディガンを編んでみました。こういった形はもう1枚持っておくととっても便利になるかなと思いますので、今年の冬に、来年の冬にでも編んでいただければなと思います。